不動産屋さんの怪談です。これは自分の信頼できる友人の体験談です。と言って視聴者さんがくださったお話です。その友人を仮に奥山さんとしておきます。その奥山さんの彼女さんは大のうさぎ好きでした。そんなわけで今から数年前に奥山さんと彼女さんは東京から広島の大久野島に遊びに行くことにしたそうです。大久野島とは通称うさぎ島と呼ばれているところで、あの野生のうさぎがいっぱいいる島とわかる方もたくさんいると思います。もしくは第二次大戦中に軍の関係の製造工場があった島で、そのため地図から消されていた島としても有名です。当時日本軍が兵器を製造しながら実験を行っていたため、その実験用に飼われていたウサギが野生化したと言われています。奥山さんの彼女さんはそんなわけでいつかそのうさぎ島に旅行に行きたいと思っていたそうで、それがついに実現したわけです。二人は途中フェリーに乗り大久野島に渡りました。島に到着すると二人は早速島内を散策したそうです。うさぎの楽園と呼ばれる通り、島のあちこちで可愛らしいうさぎと遭遇し、彼女さんは大喜びでした。興奮してスマホで寄ってきたうさぎの写真や動画を撮りまくっていたそうです。その様子を見て奥山さんも穏やかな気持ちだったのですが、ふと妙な気持ちになったそうなんです。誰かにじーっと見られているような気がしたというのです。周りには誰もいないのに、誰かの視線のようなものを感じたんだそうです。彼女さんが喜んでいるのに気分を害してはと思い、奥山さんはそのことは言わないでいたそうです。そして二人は島内に点在する旧日本軍施設の廃墟に行ったのですが、奥山さんは特にそこにいる間はずっとさっきの視線を強く感じました。また別の旧日本軍の施設跡でも同様に強い視線を感じたそうです。奥山さんは気になって仕方なかったのですが、別に誰かがつけてきているとかいうわけでもないし、見渡しても自分たち以外は誰もいないので気にするのはやめることにしました。結局島探索を終えて2人は今夜泊まる呉市の旅館に向かったそうです。旅館に着くと夕食まで時間があったので、先ほど大久野島で撮影した画像を見てみようということになりました。2人で動画を再生してみると、突然彼女さんが何この人、こんな人いたっけと言ったのです。奥山さんは何のことかなと思い、彼女さんに促されて画面を再確認したそうです。それはちょうど旧日本軍の廃墟前で撮影したものでした。コンクリート造のボイラー塔のような廃墟で、その入り口付近にお面のようなものをかぶった男性が一人立っているのが映り込んでいたそうです。奥山さんはぎょっとしました。あの時こんな男性は絶対にいなかったのです。何かの見間違いではないかと思い、そのお面の男性を拡大して見てみると、それはお面ではなくガスマスクなのが分かったそうです。そしてこの画像だけでなく、他の場所で撮った画像にもその同じ男性が何度か映り込んでいたのでした。奥山さんも彼女さんも気味が悪くなったのですが、せっかくの楽しい旅行が台無しになってはいけないので、気にしないようにして夕食を済ませて寝たそうです。そして次の日、2人は何事もなく東京に帰りました。その間もお互い相手の気持ちを害してはと、あのガスマスクの男性のことは触れないでいました。東京に帰宅してからの数日間は、奥山さんはとにかく仕事が忙しかったそうです。営業職の仕事でしたので、都内の得意先をぐるぐると回っていました。そしてその回っている移動の最中でした。奥山さんはふとからしのツンとした匂いを鼻に感じたそうです。そんな匂いを感じるような場所でもなかったので、妙に思いました。ところがその後もところどころでたびたび同じからし臭がしてきたそうです。その度に奥山さんは
ああまただと奇妙に思っていました。そして何度目かのからし臭を感じた時でした。奥山さんはハッとしたそうです。目の前にある電信柱の脇に男性が立っていたのです。それはあのガスマスクをした男性でした。その瞬間、奥山さんに戦慄が走ったそうです。大久野島からこのガスマスクの男を連れて帰ってしまったことに奥山さんは気がつきました。そ知らぬふりをしてその場はやり過ごしたのですが、その後も行く先々でその男と出くわしたそうです。そして毎回出現するときに鼻にツンとするからし臭がしてきたそうです。男はさりげなく隠れるように奥山さんを伺っていたということで、恐怖でもう耐えられなくなった奥山さんは何とかしなくてはと思いました。そこで結局とある神社でお祓いをしてもらったそうです。どうやらお祓い後は何も起きなくなったようでした。ところで後で聞いた話では、うさぎ島に一緒に行った彼女さんには幸いにも最初から何事も起こらなかったそうです。ではなぜあのガスマスクの男が奥山さんについてきたのか、そしてなぜ現れる時に独特のからし臭がするのか、奥山さんはとても気になったそうで調べてみたそうです。すると大変興味深いことが分かりました。大久野島、通称うさぎ島にはかつて陸軍の毒ガス製造工場があったそうです。その毒ガスとは特徴的な匂いがするマスタードガスと呼ばれる毒ガスを製造していたとのことでした。なるほど、つまりマスタードですからからしですね。当時の安全基準は相当緩かったそうで、そのマスタードガスの製造時に漏洩事故が多発したそうです。そのため少なくない数の工員や兵隊さんがガス漏れ事故の犠牲で亡くなったということでした。ですからガスマスクの男はその事故で亡くなった人だったのかもしれません。でもなぜ奥山さんについてきたのかは最後までわからなかったそうで、今でも謎のままだということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。